さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もうレンジで簡単に作るティラミス、こちらの作り方を紹介したいと思います。ぜひ最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、スポンジはレンジでチンして作るのでタッパーを用意してます。皆さんも用意しておいてください。はい、じゃあちょっとスポンジから作っていきます。これ卵に砂糖を全部入れちゃいます。はい、これで泡立てていきます。はい、これぐらいしっかり泡立ったら、このままでもいいんですけど、ちょっと気泡がないので今マックスだったんですけど、真ん中のスピードでもう1分ぐらい泡立てます。はい、こんな感じですね。綺麗に目が詰まった、でもしっかり泡立ってる状態になればバッチリです。この後粉を合わせていきます。はい、これ事前にふるっておいた粉ですね。これを全体にかけて、見てください。これ湯煎とかしてないからしっかりと泡立ってます。これで下から上下から上って混ぜていってください。はい、これ牛乳なんですけど、レンジで10秒ぐらい温めてもらって、これココアですね。ココア入れます。で事前にここでちょっとペーストみたいなチョコレートソースみたいなのを作っといて、生地と混ぜるっていうやり方ですね。そうすると綺麗になじむので、この方法でやってください。ほら、こんな感じ。このソースをスポンジに混ぜていきます。はい、チョコペーストに一部入れて生地をしっかり混ぜたものを戻すと全体になじみやすいので、この混ぜ方もやってください。見てください。でも全然沈んでいかないですよ。しっかり泡立ってるんで。これはまた同じように混ぜていきます。これはもうマーブル模様が綺麗に一色に混ざったらもう生地の完成です。はい、これ竹串なんですけど、これ生地が全体にいくようにこれ角にやりながらちょっとこうくる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 混ぜてもらうと、全体が均一に混ざって気泡も安定するので、これ軽くやってください。全体2周ぐらいかな。はい、加熱終わったので皆さんやけど気をつけてください。ちょっとだけ側面くっついてるんで軽く取って、はい、でラップは乾燥しちゃうんで上に軽くこうやってかけといてください。はい、これコーヒーのシロップ作っていきます。インスタントコーヒーにお砂糖と、お砂糖は好みで入れてください。あとお湯です。でしっかり混ぜて、お家にエスプレッソマシンがあったらエスプレッソでもいいですし、好きなコーヒーでアレンジしてください。でも濃い方が美味しいので結構苦めに作ってます。はい、じゃあこの後クリーム作っていきます。これまず卵黄ですね。卵黄にお砂糖入れます。で軽く混ぜて、カスタードを作っていくような感じですね。でここに少量なんですけど粉を入れます。これふるっといたやつですね。はい、これなじめば OK です。そしたらここに冷たい状態の液体、これ入れていきます。でこれもしっかり混ぜてください。はい、ここでしっかり混ぜ残しがないように混ぜてください。混ぜすぎとか全然ないんで結構混ぜちゃって大丈夫です。で完全に混ざったと思ったら、これラップをしてもらって600ワットで加熱していきます。はい、これまず1回目ですね。で必ず1回ごとにこれでしっかり混ぜて、中の状態を均一にしてください。でもう1回加熱していきたいと思います。はい、これ加熱した状態ですね。ここでしっかり混ぜます。
もうね、卵に火を入れないレシピなんて怖くてできないんで、必ずここでしっかり火を入れるようにしてください。でこれ滑らかなクリームになってるんですけど、これ粉を入れたのが結構大事なので、必ず粉を入れてください。はい、こんな感じ、さらっとした状態ですね。そしたら他の材料を混ぜていきたいと思います。でここに熱いうちにマスカルポーネですね、1パック分全部入れちゃいます。はい、マスカルポーネ入ったらもう普通にね、ただ単に混ぜればしっかり混ざりますので、混ぜすぎとか恐れずしっかり混ぜてください。はい、こんな感じのクリームができました。はい、そしたら生クリーム泡立てていきます。結構ボソボソの硬い状態までしっかり泡立てます。さあ見てください、これぐらいですね。これぐらいしっかり固めに泡立ててください。はい、泡立った生クリームをこっちのクリームの方に一部だけちょびっと入れて、で少し混ぜます。なんか伸ばしてあげるような感じですね。軽さを揃えるような感じです。そしたらもう泡立て器はおしまいで、生クリームの方に入れます。はい、これクリーム入ったら、これ軽く混ぜればいいんで、馴染むように混ぜてください。生クリームしっかり泡立てないと、もう軽さのないクリームになっちゃうので、ボソボソまで泡立ててください。もうね、事前に一部入れてるんで、もう簡単に混ざります。はい、これぐらいですね。結構綺麗にツヤが出て混ざってればバッチリです。はい、これラップして乾かないようにしといたやつですね。これ剥がして、もうね、すごいふわふわに焼けてます。でこれを半分に大体でいいんで切っていきます。はい、こんな感じで2枚にしておきます。でこれチンしたんで、こうカリカリした部分がない、焼き面がないのが結構チンで作るポイントなので、結構しっとりしてます。これで組み立てていきます。これ少しだけこうやってフォークで穴を開けてもらって、で今回これ容器に入ってるんでいっぱいシロップ吸わせたいんですね。なのでこうやって穴を開けとくと中までしっかりシロップが入るので、ちょっとおすすめです。結構ねジューシーに仕上がるので、めちゃくちゃこうやって穴開けといてください。シロップ入れたんですけど、見てください、こうやってわかります？このジューって押せばジューって出てくるぐらい、もうしっかり染み込ませてください。その方が美味しいんで。ほら、すっごいシロップ染み込んでます。そしたらクリームとかこの後入れていきます。はい、そしたらクリームなんですけど、もう全体の大体半分ぐらいクリーム入れてください。気になるようだったら皆さんちゃんと測ってくださいね。もう大体でいいんで。こっちのスポンジも忘れずにやっといてください。やんなくても染み込むんですけどね、やった方がすごいジューシーになっていいんで。はい、あとは残りのクリームをのせてフラットにして、これで完成です。はい、ここまでできたら一旦冷やして、で最後仕上げでココア振っていきたいと思います。はい、これしっかり冷やしたティラミス、ココア振って仕上げていきます。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。うめえな。これ皆さん出来たてのティラミスって食べたことあります？めちゃくちゃ美味しいですよ。あ、これコーヒーアレンジしても美味しそう。美味しい。
さあこれポイントなんですけど、これポイントはシロップあったじゃないですか。で皆さんこうシロップ作っていたらめちゃくちゃ多いなとか思うかもしれないんですけど、もうスポンジにこうやって穴開けてシロップをたっぷり吸わした方がティラミスってめちゃくちゃ美味しいので、そこだけ絶対守ってやってみてください。これね、シロップ全然ビチャビチャしてないんですよ。もうすっごいしっとりとしてコーヒーの味がしっかりするティラミスになってるので、必ずそこやってください。あとね、1個ポイントがあるとすれば、これ出来たてって結構柔らかいので、しっかり冷やしてもらってから食べるっていうのが結構おすすめです。なのでその辺も守ってやってもらえばめちゃめちゃ美味しいのができるので、ぜひやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。